皆さんこんにちは、よっそうです。今回はシーズの頼れる筋肉真田明彦の性能を解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。明彦は電撃属性の全体アタッカー、クリティカルを中心に高いダメージを出すことができ、ダウンした相手に対しては無類の強さを発揮します。それでは明彦の性能について見ていきましょう。明彦はスキルかテールギアを使うことにより執念というポイントを獲得します。執念は12層まで貯めることができ、バトル開始時に自動で2層獲得します。今溜まっている執念の数はバトル画面の明彦の顔の横のアイコンから確認できます。そして明彦は執念6層を消費することによって無敵の拳という追加攻撃を発動します。スキル画面の横のボタンから発動でき、敵全体に物理属性のダメージを与えます。そしてこのスキルを使うことで明彦は闘志というポイントを獲得します。闘志は3層まで獲得することができ、1層につき貫通が 4% アップします。このスキルは物理属性なのでクリティカルが発生すると相手がダウンします。そしてダウンした相手に高いダメージを叩き込むというのが明彦の戦い方です。それでは明彦の各スキルについて見ていきましょう。明彦のスキル1は闘志を1層獲得し、敵全体に電撃属性の大ダメージ、さらに自身のクリティカルダメージをアップします。まずはこのスキルを使ってバフを貯めてあげましょう。スキルには同じく闘志を1層獲得し、敵全体に電撃属性のダメージ、さらに執念を2層獲得します。このスキルで追加攻撃に必要な執念を貯めていきます。そしてスキル3は敵全体に電撃属性の大ダメージ。この時明彦は持っている闘志を全て消費し、消費した数だけスキルの倍率がアップします。このスキルで敵に大ダメージを与えていくのが明彦の戦い方です。シーズが持つ支援スキル明彦は味方のクリティカルダメージを 20% アップするというものになっています。明彦自身が大ダメージを出すタイミングで使ってあげましょう。そして明彦のテールギアは敵全体に電撃属性の大ダメージ。この攻撃は確定でクリティカルが発動し、なおかつクリティカルダメージが 200% に固定されます。非常に強力なスキルになっていますが、140のテールギアゲージが必要なため発動まで4ターンかかってしまうことがネックです。明彦の使い方ですが、スキル1、スキル2、スキル3の順番で使っていけば OK です。スキル1、スキル2でバフをため、スキル3で爆発させましょう。スキル3を使えるタイミングでは明彦の追加攻撃、無敵の拳を発動できると思うので、スキル3を使う前にこちらのスキルを使って相手をダウンさせましょう。明彦のスキル一覧がこちらになっています。明彦はダウンしている相手に対して余ダメージが 30% アップする効果、そしてクリティカルを発動した時明彦自身の攻撃力が 13.5% アップする効果を持っています。こちらは3層までストックすることができます。安定してクリティカルを出すことができれば高いダメージを発揮できるのが明彦の特徴で、ダウンする相手に対しては特に無類の強さを発揮します。明彦の武器効果一覧がこちらになってます。星5武器はクリティカルダメージを 36.3% アップし、さらに執念獲得時、つまりスキルを使ったタイミングでクリティカル率が 8.2% アップするという効果を持っています。こちらは2層までストックできます。さらにクリティカルが発生するとき余ダメージが 34% アップします。クリティカル関連の上げにくいステータスを大幅に上げることができ、さらに余ダメージまでアップするという非常に強力な星5武器ですね。星4武器でアップするのは攻撃力のみになっており、星5武器とはかなり見劣りします。明彦のおすすめ刑事カードセットがこちらになってます。明彦は同時に実装された改変のセットではなく、汎用アタッカーセットの謹慎と決心の方がおすすめになってます。こちらの方がバフの条件が緩く、電撃属性のみではなく物理属性にもバフを与えることができます。メインステータスは他のアタッカーと同様に月がダメージボーナスと攻撃力、星がクリティカル率、クリティカルダメージ、達を攻撃力にしてあげましょう。サブステータスはクリティカル系とダメージボーナスを優先してあげましょう。明彦はクリティカル系のバフが多いためクリティカル率が 100% を超えないよう注意が必要です。明彦の凸効果一覧がこちらになってます。明彦の攻撃性能を大きく上げてくれるものが揃っていますね。1つ目は明彦が闘志を持つ時クリティカル率が 20% アップ、さらに戦闘開始時テールギアゲージが70上昇します。明彦はテールギアゲージが140と重いため4ターンに1回しかテールギアを使うことができませんでしたが、1突することによって最初のテールギアは2ターン後に発動することができます。2突目は追加攻撃の無敵の拳を発動するとき自身の余ダメージが 30% アップ、さらにダウンしている敵に対する最終ダメージが 10% アップします。4突目はテールギアのクリティカルダメージが 20% アップするという効果、そして6突目は戦闘開始時執念を6層獲得し、執念の上限数が18層に上昇、さらに闘志の上限数も4層にアップし、闘志1層ごとに追加で余ダメージが 8% アップします。さらにスキル3の発動時追加攻撃としてフィニッシュブローが発動します。
フィニッシュブローはスキル3で消費した投資の数だけ確定クリティカルの防御無視の電撃ダメージを与えます。さらに追加で投資を1層獲得、強力なスキル3がさらに強力になりますね。凸か星5武器どっちがいいかという判断ですが、秋以降は星5武器が非常に強力なため星5武器が優先されます。それでは秋以降のおすすめパーティー編成について見ていきましょう。秋以降はスタンダードな全体アタッカーなので、全体デバフキャラクターやバフキャラクターと組み合わせてあげると良いです。バフキャラクターとしてはターボ、デバフキャラクターとしてはまといが最もおすすめなキャラクターになっています。癖のない性能で他のバフ、デバフキャラクターとも組み合わせやすいのが良いですね。ヒーラーとしてはゆかりが最もおすすめになっています。ゆかりのテールギアチャージで秋以降はテールギアを4ターンから3ターンに1回発動することができるようになります。ナビキャラとしては秋以降は3ターンに1回敵にダメージを出すキャラクターなのでナビと相性がいいですね。ナビが弱点を付与するターン、秋以降も高いダメージを発揮することができます。もちろん最強ナビであるアンチとの組み合わせや他のナビキャラクターとも組み合わせて使うことができます。主人公のおすすめペルソナはクリティカル率を大きく上げることができるおなじみのディオニソス、そして関連属性の味方全体に強力なバフを配ることができるトールがおすすめになっています。トールは味方の関連スキルに合わせてポイントを貯めていき、ポイントが3つ溜まった状態で専用スキルを打つと味方に大きなバフを与えることができます。なので初ターンはディオニソスでバフをかけ、次のターンにユルングなど他の電撃属性のペルソナで攻撃、3ターン目にトールを使って味方にバフをかけるという流れが強力になってます。とにかく秋彦のスキル3で大ダメージを与えられるようパーティーの動きを調整してあげましょう。それでは秋彦の強み弱みについて見ていきましょう。秋彦の強みは何といってもその高い全体ダメージです。スキルを順番に使うだけの使いやすい性能で P5X トップクラスの全体火力を持っています。また秋以降の性能通りダウンする相手には無類の強さを発揮しますね。電撃属性の弱点をつくだけではなく物理属性の追加攻撃によるダウンもあるので、ダウンした敵に大ダメージを与えていくという戦術が取りやすいです。秋以降の弱みは性能がクリティカルに依存している点ですね。心の海の試練など一部の高難易度バトルではクリティカルは通常のダメージボーナスのような計算が取られるので、クリティカルが出るか出ないかを気にする必要はありませんが、それ以外のバトルではクリティカルが出るか出ないかで大きく性能が変わってしまいます。そのためクリティカル率 100% を目指したいですが、それをするためには数値調整やゲージカードの厳選が大変になってきます。またダウンしない敵に対しては性能をフルで発揮することができない点ですね。 P5X の高難易度ボスは多くの敵がダウンしないためそこが痛手になってます。ですが条件が整えば P5X 最高クラスの性能を発揮してくれるのが秋彦というキャラクターです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ボクサーである秋彦にふさわしくスキルによる激しいラッシュで敵のダウンを奪い強力なダメージを与えるという戦い方が魅力的なキャラクターですね。癖がない性能で他のキャラクターとも組み合わせやすく気軽に効果力を発揮できるのが非常に魅力的です。P3R とのコラボは一旦終了し、次回のシーズキャラクターの実装は数ヶ月先になると思いますが、他のシーズキャラクターとの相性にも注目していきたいですね。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。